ご視聴ありがとうございます。今回は変化が進むあの駅のご紹介です。長い歴史を有する駅と路線の意外な過去と未来をまとめて解説します。とある筋では有名な街、その将来はどうなるのでしょうか。ここは京成本線と押上線が乗り入れる青砥駅です。この駅は下り線が上、上り線が下の2層構造で、京成本線と押上線の列車を同じホームで乗り継げます。私がここから乗るのが向かって右側の押上線の列車です。ただし今止まっているアクセス特急は目的の駅に止まらないので、次の上り普通列車に乗ります。押上線の速達列車は青砥を出ると5駅先の押上まで止まりません。青砥駅を出てすぐ京成本線の右カーブで離れ、押上線はまっすぐ進みます。下り線が上り線の高さに揃うと線路はそのまま地上へ降りますが、下り線のさらに右に高架橋がつながっています。この高架橋はこの先で行われている高架化工事のためのものです。高架部分では影になっていて見えませんでしたが、新しい線路が敷かれているのが見えますね。半径300メートル、制限時速60キロというきついカーブを抜けた先にあるのが次の停車駅、京成立石です。ホームの下り寄りに駅舎があり、ホーム2つ、線路2本のよくある構造に見えます。屋根や壁は全体的に武骨な作りで、ホームの端が小石の混ざった部材で作られているところに年季が感じられます。そして上りホームの一番端にはこのようなものが。看板の右には奇跡立石とあり、周りには小銭が置かれています。そしてこれが立石という町と駅の歴史に関わるものです。高架化工事に向けた仮の線路が下り線側に作られている関係で、下りホームの壁面は取り壊され、幅も狭くなっています。改造前の下りホームは、上りホームとそれほど変わらない幅があったようです。後ろ寄りへと進み、一旦駅の全体像をおさらいです。屋根が後から伸ばされたのか、屋根と側壁の構造が微妙に変わります。ここにある白い枠の正体をご存知の方は、コメント欄にどうぞ。この駅のトイレは下りホームにしかないこともあり、こちらは幅の広いホームが奥まで続きます。そしてこの先で、右から謎の壁が張り出します。これは駅の南側の道路と駅舎を結ぶ階段で、この奥には下側の鉄骨が微妙に映っています。改札階へつながる階段は一旦スルーして、先へと進みます。柱に付けられていたと思われる駅名標か何かの跡が、年季を感じさせます。この辺りはホーム幅も狭く、床面には立ち止まり禁止の斜めテープがあります。その後ろには、改札階とを結ぶエレベーターが。ただしこれ、以前 JR 青梅線の動画でも出てきた、扉が二重に引き込まれるタイプです。限られたスペースに設置できるよう、横幅が狭く抑えられています。階段は上下方向にそれぞれ伸びており、どちらにもエスカレーターはありません。この先でホームに食い込んでいるのが、改札階と地上とを改札の外で結ぶエレベーターです。そして一番奥にあるのが地上とをつなぐ階段。駅舎の幅を広げないようにしつつ、ホームを避けるため斜め向きになっている非常に珍しい構造が特徴です。改札へと向かいます。想像通り、この駅のエレベーターは後付けです。動線が狭くなる残念な構造にスペースの狭さが伺えます。諸事情により、反対側から上がった映像に切り替わります。この駅の改札は、この上の階層の1箇所だけです。階段を上がった先で動線が合流して直角に折れた後、再び階段になります。これも少ない土地に動線を収めるための工夫です。そしてここで、あることにお気づきでしょうか。そう、この駅は上りホームにはエレベーターがあるのですが、下りホームにはありません。これは、この駅の構造上の理由です。そしてこの左手には、こんな看板があります。経由の経の字が相当古く、何十年も昔の看板です。改札外に出る前に、この駅の歴史をおさらいです。京成立石駅の開業は、1912年、大正元年11月。現在の京成電鉄の路線で、最初に開業した駅の一つです。京成はもともと、成田山新勝寺への参拝客輸送を目的としており、社名も東京と成田が由来です。また、当時の起点は押上で、後に浅草への延伸を計画しますが、同じく延伸を目論んだ東武鉄道との競争に敗れてしまい、
最終的に今の京成本線のルートが1933年までに開業しています。青砥駅の上り寄りで押上線がまっすぐなのに対して京成本線が急カーブなのは、それが理由です。京成最初の開業区間だった京成立石周辺では、当時の線圏や駅の場所は今とは違いました。これは当時、京成立石と隣の四つ木駅の周辺で、路面電車のように鉄道が道路上を走る併用軌道と呼ばれる区間だったのが理由です。その後、併用軌道を解消して安全性向上を図ることになり、同時に洪水対策のための荒川放水路の建設が1913年に始まったことで、ルートは23年に切り替えられ、京成立石駅も今の場所に移転されました。この時、駅周辺で区画整理が行われたため、旧線の痕跡は残っていませんが、併用軌道の大半は今でも道路として残っています。ちなみに立石という地名の由来が、ホームにあったこの石です。これはレプリカで、本物は駅の東にある公園の祠にあります。江戸時代には高さ60センチ以上あり、寒さに弱いので冬には縮み、暖かくなると大きくなるという言い伝えがありました。その後、この石を剥がしてお守りにする人が出たことや、周りの土地が地盤沈下したことで、今ではほんの少ししか見えません。立石という言葉自体は普通名詞ですが、この石は結構有名らしく、立石様として某百科事典にも項目があります。あのレプリカは68年に下りホームに設置されたもので、高架化工事の進展に伴い、上りホームに移設されています。京成本線の開業後、メインルートから外れた押上線でしたが、1960年12月に今の都営浅草線が開業すると、都心直通ルートの役割を担うようになります。押上線の平日朝8時台の上り列車は22本あり、京成本線の上りが12本なのと比べ、倍近くあります。また、日中は1時間あたり12本が運行されており、京成本線は一般列車が9本、特急スカイライナーが3本なので、一般列車は押上線の方が多いです。また、速達列車は押上線内の各駅をすべて通過するものの、京成立石の乗降客数は途中の4駅で最も多く、次に多い京成曳舟の倍近くあります。そしてこれは、多くの列車が止まる青砥の4分の3を超える数字です。これだけの乗降客数のある駅周辺は、どうなっているのでしょうか。改札の外に出ます。改札のすぐ先で動線は左に折れ、北にと南につながる通路があります。この通路は階段で高さを上げた後、先ほどの映像にあった下りホームへの動線を乗り越えます。この駅の上りホームにエレベーターがないのは、この通路と干渉するためです。そして階段で高さを下げた後、通路は2つに分かれ、北にと南にの通路に続きます。改札をもう一つ作り、こちら側の通路と直でつなげても良さそうですが、この間のスペースは業務用の区画になっているらしく、そういうわけにはいかなかったようです。ここを出ると、駅南側の細い路地につながっています。奥では地下通路を設けるために右に曲がっており、大型車両は通れそうにありません。この地下通路は高架化工事に伴って改修されたものの、今でも通れます。駅舎の南側にはエレベーターがあり、ある程度のバリアフリー化がなされています。駅の外から見ると、駅舎に後からつけたのが、とてもわかりやすい構造です。そしてこの先には、飲み屋さんなどが集まる区画が、今は休日の昼なので開いているお店も少ないですが、名前の知れたお店には行列ができています。そしてこの立石は、昭和の雰囲気残る飲み屋街として知られ、1000円でベロベロになるまで酔っ払える、せんべろの聖地とも呼ばれています。飲み屋さんは駅の南北にあり、この街の活気の一翼を担います。葛飾区役所の最寄りもこの駅で、比較的近い2駅がいずれも徒歩10分なのに対し、京成立石は徒歩7分と、ちょっと便利です。また、区役所と駅の間には、プラレールでおなじみのタカラトミーの本社があり、駅構内に広告看板があるほか、2019年にはコラボ企画も実施されています。一方この先の出口は部分的に解体されており、改札の先の案内板では、南1出口のマークが消されています。そう、駅の南東に出る出口は、高架化工事の関係で、22年9月末に閉鎖されたのです。今後高架化工事に伴って、今の駅舎も解体する必要があるため、上下線のホームにそれぞれつながる出口を整備するのが目的のようです。まだ残っている北1出口の階段も、
後付けの部材が目立ちます。手すりが追加されたり、段の端に黄色いシールが貼られているものの、老朽化しているのがよくわかります。そしてこの先、駅の東隣にあるのが、京成立石第1号踏切です。駅の南北の商店街をつないでいるこの道は、人の流れが絶えません。上下線の列車が絶妙なタイミングですれ違うことも多く、開かずの踏切になりがちです。商店街の名称は線路の南北で異なり、南にある駅通り商店街には屋根もついています。ただし駅の南北で街の様子は大きく違います。仮線のすぐ北にある道路は先日廃道になり、車やバイクは通行できなくなりました。そしてこの右側では、工事区間さながらの仮囲いが続きます。この先で右に曲がった路地も、仮囲いこそないもののフェンスでガードされ、建物には入れなくなっています。それだけではありません。ここから100メートルほど西に行ったところにある道路も廃道になっており、奥までバリケードで封鎖されています。先ほどの道路よりも幅が広く、間にあるお店などにも全て入れなくなっており、人気がなくて不気味な状況です。そしてこれが、高架化とセットで行われている事業なのです。京成立石駅周辺で行われている事業の全体像がこちら。高架化の総延長はおよそ 2.2 キロで、11カ所の踏切がなくなります。特に規模が大きいのが、駅東側の京成立石第2号踏切と、西側の四つ木第2号踏切の2つです。このうち後者は交通量が多く、開かずの踏切問題が深刻でした。これらの踏切がなくなることで、押上線内の踏切は、押上駅近くに残る1カ所だけになります。高架化は2002年に事業に着手し、下り線と上り線を順に仮線に切り替え、上り線から先に高架化していく予定です。高架化された後の駅も、今と同じくホームが上下線を挟む構造ですが、工事の途中段階で一時的に上下線がホームを挟む構造になります。仮線の設置は京成立石駅の周辺を除いてかなり進んでおり、架線を支える柱が立っているところも多いです。また、四つ木第2号踏切では、仮線をまたぐ位置に踏切を拡幅することになり、画面向かって左側で車が待機できるスペースがなくなることから、5月に仮設の中央分離帯が設置され、道路を横断できなくなりました。また、高架化工事と並行して、京成立石駅の南北では、再開発事業が行われています。区画は全部で3つで、廃道になった道路がある北側だけでなく、中盤で見たお店などがあった南側も対象です。この一帯には古い木造住宅が集まるエリアもあり、防災面の懸念があったため、再開発で抜本的に改善される予定です。また、京成立石駅周辺のバス乗り場は大通り沿いに点在しているため、バスが駅前に乗り入れられるように整備し、バスターミナルを作ることも計画されています。一方、97年に葛飾区が作成した報告書では、今の北口地区にあたるエリアで合計295億円とされていた再開発予算が21年10月の時点では900億円余りに膨らんでいるなど、一筋縄ではいかない状況も見え隠れします。足りない分は補助金やタワマンの販売利益で補う計画ですが、それでも予算の不足を指摘する声があり、葛飾区は老朽化した区役所を移転し、収支を合わせようと計画しています。一方、こうした再開発の過程で、町の文化が消滅することが懸念されています。近隣のお店には、建物や土地を自分では持っておらず、賃料を払ってお店を経営している人も少なくありません。再開発で商業施設ができても、賃料が大きく上がり、彼らはその賃料を払えないからです。9月には駅北側の横丁が閉鎖され、再開発の完了を待たずに廃業を決めたお店もあるそうです。高架化事業も、当初は2013年の完成予定だったのが、用地買収の難航などにより、2023年、そして2030年の完成予定に延期されています。計画より後ずれしていた高架化と再開発ですが、ここ数年で進展を見せており、京成立石駅では高架橋の一部が姿を現しているほか、下り線の仮線への切り替えももうすぐです。ご視聴ありがとうございました。